どうも、マスです。今日は違った場所からお届けしてるんですけれども、今、日本の実家に帰ってきてまして、さっき即席で撮影場所を組んで今撮影してるというような感じです。で、今日はですね、久々に僕の持ち物であるバックパックを紹介したいと思います。それが、こちらのロフミアバックパックバージョン2になります。で、これ自体はですね、もう使い始めてあともうちょっとで3年ぐらい経つんですけど、まだどこにも紹介したことがなかったので、今回は、レビューっていうような形で紹介していけたらと思います。まずこのルフミアのブランド自体、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めてどういうブランドかっていうのを紹介しておくと、岐阜県の美濃加市っていうところで作られてまして、そこに今おそらく一応工場兼店舗っていう形であると思うんですけれども、そこでデザインから製造で販売まで一貫して行われているようなブランドになります。で、特徴としては、こう似た感じ、ちょっとミニマルな感じで、なんか日本的な美しさもあるようなブランドで、公式サイトとかも見てもらったらわかると思うんですけど、だいぶこうシンプルな感じの、見た感じこう日本のブランドだなと思うような美しさがあって、僕は非常に好きなブランドになります。で、すでに日本の方にもすごく人気のブランドになるんですけど、僕が見たところ、海外の方も結構使ってる方、ファンの方がいらっしゃるのかなっていう印象がありまして、というのも、結構僕、このバックパックを買う前に、いろいろレビューとか調べてみたんですけど、日本の方が全然紹介してなくて、ただ、海外とかの方だと、いろいろこう使ってみた感想を口コミで上げてる方いらっしゃったり、レビューされてる方もいらっしゃったので、世界中からこう購入されてる方がいるんだな、というような感じで、毎回サイトとか見てもらったら、在庫切れでなかなか買えないようなブランドになってるんですけれども、非常に人気なブランドになります。で、このロフミアバックパック V2 の、仕様に関してももう少し詳細を説明させていただくと、最大容量が35リットル。で、重量が 895g になります。で、素材としては全面的には、第2マ軽量で丈夫な素材の全面的に使われています。よくウルトラライトだったり、ハイカーのグッズで使われていることが多い、軽量で丈夫な素材になるんですけど、それが全面的に使われているっていうのと、あとはこの持ち手の部分だったり、地面に接する下の部分であったりだとか、こういう部分はレザーが使われています。あとは、ちょっと伸縮性のある素材をこの左右のペットボトルとか傘入れる部分にも使われているという感じですね。はい。で、このバックパック自体が、ロフミアのシフトっていうシリーズのバックパックになるんですけど、そのシフトのコンセプトっていうのが、自然にも耐えうるような機能性、あと土でも使えるデザイン性、で、そういった機能性とデザイン性を高次元で両立させたシリーズになっています。なので、そのシフトのシリーズ見てもらったら、バックパック以外にも、あとはショルダーバッグだったり、トートバッグかなっていうのを、こういろいろとこう出されてると思うんですけど、全部ミニマムな感じのデザイン性が担保されていて、で、機能性も申し分ないような、はい、シリーズになっています。僕がこのバックパックに出会った背景も説明しておくと、ですね、もともと僕、過去にも動画上げてるんですけど、もともとバックパックは、アークテリクスのベイランスのノミンパックっていうのを使ってたんですね。ただ、ネパール、インド、スリランカか。縦断の旅でメインで使用したり、いろいろと長く使ってる中で、ですね、だんだんそのコーティングが剥がれてきたり、あとショルダーハーネス部分が結構こう壊れてしまったりとか、そろそろちょっと修理したいなと思ってて、で、実際それでアークテリクスに問い合わせた時に、見積もりを出すだけで結構半年以上かかるって言われて、で、なかなかちょっとこれも修理も厳しいし、普段使いも難しくなってきた中で、ちょっと新しいバックパック探そうっていうことで、探し始めましたと。で、そんな時に、僕の先輩友人である鳥居さんっていう方が、SNS で、このロフミアっていうブランドをおすすめしてくださって、で、それでいろいろとこう調べてるうちに、これかっこいいなっていうので、はい、購入させてもらったっていう感じになります。その時はもう、最初調べた時は在庫なかったんですけど、次また見た時に、たまたま在庫が復活したので、はい、タイミングを待って購入したという経緯になります。で、実際約3年使ってみての感想なんですけれども、ノミーバッグ自体がフルオープンでスーツケースみたいな感じで、ガバッと開いて荷物の全体像を把握できるような仕様だったのに対して、これは一応
左右から、荷物アクセスできて、PC も独立した背面の収納部分があってっていう感じなんですけど、このロールトップのタイプになってるので、メインの収納口はこの上からガバッと開けて荷物をこう取り出すっていうような仕様になってるので、なんかそこの違いが一番大きくあって、最初はこのロールトップタイプって、やっぱり使いづらかったです。全体像の荷物も把握しづらいし、あと、パッキングちゃんとしないと荷物取り出すのもだいぶこう、下からこう荷物、上にある荷物をこうどけて引っ張り出すみたいなこともしないといけなかったので、このロールトップ自体は、ハイカー向けの登山だったりだとか、そういうウルトラライトのバックパックとかにも採用されていることが多いんですけど、ハイカーって大体そのパッキングの手順っていうのが決まっていて、で、なんかそんなに頻繁にすごい荷物を取り出すわけじゃないので、ロールトップでも大丈夫なんですけど、普段使いってなってくると、やっぱり頻繁にこう荷物の取り出しすることとかも多いと思うんですよね。で、そうなってきた時に、やっぱりこのロールトップのタイプは、最初は使いづらいなと思ってました。ただ基本的にはなんかそのバックパックの機能に関しては、自分がこうフィットさせに行くっていう考え方も大切だと思っていて、なので自然とこう徐々に慣れていきました。はい。もうちょっと詳細を見ておくと、まずデザインに関して、さっき言ったように全体的に黒のダイニーマ素材を使ってて、めちゃくちゃかっこいいなっていう。やっぱりなんか今バックパックってもうある程度の金額したら、もう機能性に関しては申し分ないものばっかりだと思うんですよね。ただ、なんかその機能性に伴ってデザイン面がやっぱりちょっとこう、僕の中であんまりこうしっくりくるものってまだまだ多くはなくて、ただそんな中でこのロフィミアのバックパックは、機能面はもちろんなんですけど、デザイン性もかなり高いレベルで両立されてるなと思っていて、やっぱりなんかそのデザインがかっこよくないと、バックパックとしてこう長く使いづらいというか、やっぱりかっこいいなっていう、第一印象かっこいいっていうのがすごく大事だと思うので、そういう点でなんかロフミアはすごい、機能性がふんだんに盛り込まれてるにもかかわらず、こうミニマルでかっこいいみたいなところがすごく気に入っています。で、あとは、やっぱりそのダイニーマっていう素材の強さというか、突然雨が降っても全然気にしなくて大丈夫っていうのもすごく気に入っています。で、その今、防水性を謳ったバックパックって結構あると思うんですけど、やっぱり縫い目からどうしてもその水が侵入してくることってあるんですよね。ただ、なんかこのロールトップタイプとかだと、例えばその雨で傘さしてて、その傘を伝って、そのカバーしきれてなかったりで、結果バックパックにずっと雨が当たってる状態って続くことあると思うんですけど、これはその雨だったり、その水が落ちる部分に関してもロールトップなんで、その縫い目に直接その雨が当たることとかってないので、全然その中に水が侵入してくる心配がないっていうところですね。で、以前使ってたそのフルオープンタイプのバックパックとかだと、どうしても縫い目に直接水が当たるので、ちょっとその中が濡れてたりみたいなことはあったんですよね。だから若干やっぱりどうしてもその雨の日にバックパック背負ってても気になるみたいなことがあったんですけど、もうこのバックパックに関してはそういう雨の日も全然気にせずに、ずっと使い続けれたので、そういうところのストレスが軽減したっていうのはすごく良かったです。で、三つ目が、ですね、これが僕がなんか一番このバックパックの恩恵を感じている部分なんですけど、このロールトップタイプで、さっき言ったように、こう上に広げると35リットル最大で収納できるっていうことなんですけど、これを実際その活用することっていうのが多くて、例えば、普通にこう、冬とかだと特にそうなんですけど、コート着てて、で暑くなって寝るときとかっていうのも収納できるし、あと旅先とかでも、お土産で荷物が増えたり、あと、急に誰かから何かもらったりで、その自分の予期しない突発的に荷物が増えること、買い物とかもそうですよね。なんか増えたりするんですけど、そういうのをこの上のロールトップを上げて、多分紙袋一袋分ぐらいこう全然普通に収納できちゃうので、なんかそういう自分の予期しない荷物に対して、突発的に発生した荷物に対してすぐ収納できるっていうところはすごく気に入っています。なので、その日常使いもそうなんですけど、そういう旅先の仕様とかでもめちゃくちゃ助かってきた経験があります。そんな感じで、このロールトップには不便さもあるんですけど、めちゃくちゃ助けられたなっていう感じですね。で、実際、じゃあそのロールトップを最大限まで広げて荷物詰め込んだ時に、どんだけ
その外観が変わるのかみたいなところも紹介しておきたいと思います。で、まず僕普段使うとき、ですね、このロールトップがあるんですけど、こうもうくるくるって丸めずにこう折りたたんでこうつけて使用してます。で、これには一応理由があって、この商品の一応デフォルトの稼働だとこう丸めて、で、ここで止めてっていう感じなんですけど、そうなったら、この縦の長さがだいぶこうコンパクトになるんですよね。で、僕が身長180で、その状態で背負った時にだいぶバックパックが小さく見えて、なんかちょっと見た目的にあんまり好きじゃなかったっていうのもあって、僕はなんかそもそもめんどくさいっていうのもあるんですけど、ただ持ってつけるっていう感じにして背負ってます。で、これを荷物最大限に詰め込んで、ロールトップを最大限に活かした時の、外観がこんな感じになるんですけど、ちょっとそのバックパッカー感が出るような感じになります。はい。で、その詰めてる荷物の重さにもよるんですけど、やっぱりどうしてもこう縦長になっちゃうので、歩いてるとだいぶこう左右に重心が振られるようなイメージがあって、あんまり背負い心地は良くないかなと思ってるので、長時間なんか最大限荷物を詰めて歩くような感じの使用はあんまりお勧めしないかなという感じですね。はい。なので荷物が増えた時のピンチヒッター的な役割で、このバックパックのロールトップ部分を使ってもらえるといいのかなと思います。で、ちょっと気になった部分もお伝えしておけたらと思います。基本的に何か新しいものを購入した時に、完璧に100% 自分のその要求を叶えてくれるものっていうのはそんなに多くないと思っているので、さっきちょっと言ったように、自分がその持ち物にこうフィットさせに行くっていう考え方もある程度必要なのかなと思っています。なので、そんなに大きな不満点はないんですけど、強いてあげるならっていうところでいくつか紹介したいと思います。で、まず散々言ってるように、このロールトップに関してはやっぱり日常使い、不便に感じることは多いなと思います。で、これはその人のライフスタイルだったり、運ぶ持ち物にもよると思うんですけど、僕の特にそれを感じるのが、撮影機材とかをいろいろ入れたときに、やっぱりそのゴツゴツしたものを取り出したりするのは、だいぶなんか不便に感じるというか、全身この全体が真っ黒なので、中の視認性もそんなに良くないんですよね。で、ゴツゴツしたものを入れるってなったら、やっぱりこのロールトップ部分から入れたりするんですけど、やっぱりそういうところのちょっと煩わしいなって思うことはありました。このロールトップ型とフルオープン型に関しては、両方メリットデメリットはあると思っていて、その慣れとか好みの問題でもあると思うんですけど、やっぱりバックパックを選択する上でまだまだ考える余地がある領域だなと思っています。で、二つ目がですね、これはもうバックパック共通の課題だと思うんですけど、背面の熱がこもりやすくて、蒸れやすいっていうところですね。で、このバックパックに関しては、この背面もダイニーマ素材なんですよね。なので、汗を吸収してくれるとか、蒸れをこう発散させてくれるみたいな機能はそんなになくて、もうただただこう蒸れるっていう、普段使いとかだと、まだまだ、なんやろな、我慢はできるんですけど、長時間背負うような旅行とかになってくると、結構不快感が継続するのが、ちょっと課題だなと思ってます。はい。これはもうバックパック背負う人にとっては共通認識の課題なんですけど、よりそのちょっと第二今の素材が強調させてるというか、よりこう感じやすいデメリットになってるかなと思います。もう一つが、一応ここの背負う部分はしっかりしてるんですけど、7キロ以上の荷物を背負う場合は、ちょっと背負いづらいかなっていうのは感じます。やっぱり僕がさっき言ったように撮影機材とかをこう入れた時に、日常使いでも7キロ超えてくることってあるんですよ。で、やっぱりその7キロ超えてくると、ここの肩にちょっとこう食い込むなっていう感じがあって、痛く感じることがあります。旅行とかこれだけで行くってなると、だいたい7キロぐらいに収めないとダメだと思うんですけど、それをずっと長時間背負ってると、ちょっと肩に負担がかかってくるかなという感じですね。なので、基本的に僕の今の考えとかだと、7キロ以上の重い荷物とか撮影機材とかをやっぱり入れる場合は、それに特化したようなバックパックを使うっていう方向にしつつ、
7キロ以下だとこのバックパックを使うっていう感じで、その用途によって使い分けるのが一番いいのかなと今のところ思っています。という感じで気になったところをも紹介したんですけど、その人のライフスタイルとか使い方によって全然変わってくるとは思うので、もし今この紹介した感じで、これだったら自分の用途には合いそうだなっていう形には、本当にもうこれは日常使いも、旅にも両方、これ一つあれば、大体何かしらのことは対応できるバックパックなので、全力でお勧めしたいものになります。やっぱりこのルフミアのバックパック V2 って値段見てもらったらめちゃくちゃ高いので、そんなに全員にお勧めできるバックパックではないんですけど、このデザイン面だったり機能性、あとは実際自分のそのライフスタイルに合う方がいらっしゃれば、すごくお勧めできるものではあります。やっぱり長く使えば使うほどどんどん馴染んでくる感じもあるので、ずっと長く使いたいなって思わせてくれるようなバックパックになります。はい。という感じでですね、ロフミアのバックパックバージョン2の方を紹介させてもらったんですけど、これ紹介してもね、実際、なかなか購入できないものになると思うんですよね。なので、このバックパックについて発信するかどうかっていうのはもうずっと悩んでたんですけど、僕自身もこのバックパックを買う前はいろんな方のレビュー見て、これどうなのかな、実際いいのかな、みたいな感じで、いろんな人の記事だったり動画っていうのを見てたりしてたんですよね。で、そういった方たちがいらっしゃって、僕がこうやって発信することによって、興味持ってくれる方がいたり、実際に手に取って見てみたいなと思う方がいらっしゃれば、それはそれでやっぱりいいことなのかなと思ったので、今回、こうやって発信することにしました。普段、こういう動画を発信しなくても、会った人には、いや、これめちゃくちゃいいんですよってやっぱり、自然にもう紹介してるものなので、そういう自分が自然にもう、お勧めしたくなるものっていうのは、やっぱり紹介していくべきだなと思ったので、はい。今回も撮らせてもらったという感じです。はい。僕がまた新しいバックパックで何かしら見つけたら、また本当にいいなと思ったものを紹介していきたいと思いますし、今までは結構僕のレビューに関しては、何年か使ってみて本当に良かったものだけを出すみたいな感じでもやってきたんですけど、もうちょっとカジュアルにというか、実際自分が使ってみてどうだったかって思うものは、もうちょっと出していってもいいのかなと思ってるので、はい。引き続き、見ていただけると嬉しいです。というわけでですね、本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。